こんにちは。動画投稿3回目にして、やっと、サムネを撮ることを覚えました。アバンチュールです。前回は迎撃拠点の基礎作成と、作業台の作成を行いました。今回は自転車を作っていきます。シャーシとハンドルバーはすでに作ってあるので、あとは車輪が一つあれば作れます。車輪の作成には3入りボトルが必要なので、早速探しに行きましょう。3入りボトルはレアアイテムですが、案外シンク付きの棚などから、ポロッと出てくれることも多いです。ちょうど近くにプレハブ小屋が、6軒並んでいる場所があったので、ここを漁ってみましょう。出てきてくれることがあるとはいえ、出現率は渋いので、6軒回った程度では、見つからない可能性もあります。心して探索しまりました。しかも2本。完全にビギナーズラックです。ありがとうございました。残りの小屋も探索したところ、さらに3入りボトルが2本と、オタクメガネが出てきました。オタクメガネは知能レベルアップ、取得経験値増加、クラフト速度向上の、複数の効果を持つ強力な装備です。序盤で運を使い果たしていないか心配になってきました。さて、材料も揃ったので、車輪を作りましょう。車輪ができたので、いよいよ組み立てです。クラフト。完成しました。では、外に置いてみましょう。かわいいですね。乗ってみましょう。おお。徒歩より格段に速いです。これである程度なら遠くへも行けますね。余談ですが、皆さんも幼い頃、自転車に乗れるようになっただけで、世界の果てまで行けるような気分になったりしませんでしたか？年を経ると、それが大した距離じゃないことに、気づくものです。話を戻して、ストリッパーゾンビと遭遇しました。以前からいたゾンビですが、アルファ18まで、ほとんどすっぱだかのような姿でした。アルファ19のゾンビ HD 化に伴って、身なりを整えてもらえたようです。露出が減って残念という声もありましたが、私は断然今の方が好きですね。だいぶ脱線しましたが、自転車でこの街を見て回って、マップ埋めをします。セブンデイズにはユニークな建物がたくさんあり、養豚場や大規模農園、武器工場など、いろんな個性を楽しめます。面白そうな建物が見つかったら、地図にマークしていきましょう。ここは私の記憶が正しければ、ゾンビ犬がたくさんいる施設ですね。ご丁寧にドッグと書いてあります。腐肉や骨が必要になったら、また来ることにしましょう。この崩れた板金塗装施設は、改築しやすいのでよく拠点として使ってます。ここは浄水場ですね。レアで言えば4クラスの建物ですが、実は簡単にお宝部屋を漁ることができます。この木が植えてある場所を掘って、ハッチを開けるとすぐにお宝部屋です。鍵付きの大型チェストがあるので、ロックピックを用意して訪れるといいでしょう。ただ今回は持ってくるのを忘れたので、他のアイテムをパパッと漁ってずらかります。弾。品質4ショベル。機械部品。また3入りボトル。まあ、あって損はないですからね。大型の武器工場を見つけました。ショットガンメシア工場と呼ばれている建物です。今の装備で攻略できる建物ではないので、マークだけしておきましょう。近くに缶詰工場もありました。通称シャムウェイ工場ですね。
こちらはティアゴ建物としては比較的優しめなので、近いうちに攻略するかもしれません。少し離れた場所に刑務所を見つけました。隣には郵便局もあります。刑務所は難易度に比して、物資が美味しくなかった気がするのですが、郵便局は壁金庫が大量にあるので、またロックピックを用意してから探索します。他には大型の商業施設と、衣料品店、チェストと自販機がある消防署、学校、公園がありました。目立った施設は他にはなかったので、次はクエストに行きます。前回受けていた発掘クエストがあるので、そちらから消化していきます。ゾンビたちの処理方法ですが、アイデアがあるので試してみましょう。こんな感じでブロックを積み上げて、たかってきたゾンビをパイプボムで吹き飛ばします。5ブロック分の高さがあれば、自爆ダメージは受けません。ちょっともったいないけど、気持ちよかったのでよし。報告に戻ってきました。序盤の物資は基本トレーダー頼みなので、この調子でどんどんクエストを消化していきます。次はこの回収クエストを受けましょう。クエスト場所に着きました。そういえば今まで触れていませんでしたが、2回あさりというテクニックがあるので、実践してみようと思います。ざっくり説明すると、クエストを開始した際、建物周辺のゾンビやアイテムが丸々再構成される、という仕様を利用して、開始前にめぼしい場所をサクッと漁って、クエスト開始して、もう一回漁れるドン、するというものです。お宝の位置がわかっている状態であれば、一周するのと大差ない時間で、2周分の物資が集められるので、かなり効率がいいです。ただ、これをやってしまうと、サバイバルの難易度がガタ落ちするので、あえて縛るプレイヤーも多いです。この実況はあらゆる手段を使って、70日間生存を図る方針なので、2回あさりは、テンポが悪くならない程度にやっていきます。付近のゾンビを排除して、お宝を漁ります。平凡でした。戻って、クエスト開始します。閲覧が変わらなかったので、2回目はカットで。物資はドラムマガジン改造パーツと、バースト改造パーツが出ました。マシンガンが手に入ったら使えそうです。報酬は悩みますが、パイプボムで。次のクエスト場所に来ています。マシンガンが手に入ったら、と言っていたら、本当に AK が出てきました。我ながらすごいツモだと思います。うおー。ショッカーみたいな登場するなお前。一掃しました。補給品は回収しているので、お宝を確認して帰りましょう。ちなみに、特にいいものは出ませんでした。報告に行く前に、戦利品を確認します。マシンガンの他に、ラッキーゴーグルが出ました。ルートボーナスがつくので、お宝を漁るときはつけるようにしましょう。まあ、大抵忘れるんですけどね。報告に来ました。報酬はスキル本で、ショットガンが買えそうなので、余っている鎮痛剤を売って購入します。ピストルもあるし、これで戦力は十分ですね。夜の間に拠点の強化をしておきました。
フレームの部分を強化して、屋根をつけました。これで拠点建築も一段落です。クエストをいくつか消化しました。ティア1が完了したようです。クエストのティアは1から5まであり、それぞれのティアが完了すると、次のトレーダーの位置を教えてもらえます。通常のクエストとは別に受けられるので、受けるだけ受けておきましょう。とある用事があって、シャムウェイ工場に来ています。今回建物すべてを攻略する気はないのですが、入ってすぐの部屋にブルータープが大量にあるので、それだけかっさらって帰ります。ここはゾンビも大量にいるので、銃を撃って陽動します。ブロック置いて、パイプボム気が狂うほど気持ちいいじゃ。残党を片付けてから、回収していきます。1スタック以上集まりました。かかった時間と物資を考えれば、かなり美味しいですね。この後ショットガン飯や工場も探索して、玉石は合計3700個ほど集まりました。次回はこれらを使って、拠点を改造していきたいと思います。それではまた。バイバイ。